食べ物まるっと研究所です。今回はオートミールの体への影響についてお話しします。オートミールは体にいい、いやいや健康に悪い。いろいろな情報があってどっちなのかわからないですよね。そんなオートミールにはあまり知られていない驚くべき健康効果があります。それを知らずに食べないで損をしている人も多いです。なので今回は論文や専門機関の研究をもとにオートミールで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、摂取目安量を看護師の視点で解説します。それではオートミールを毎日食べるとどうなるのか、メリット5選から言ってみましょう。オートミールのメリット1つ目はがんの予防です。オートミールにはビタミン B の一種であるフィチン酸が含まれていて、このフィチン酸は一時期体に悪いなんて言われていましたが、がんの予防効果があることが分かっているんです。フィチン酸ががんを予防する理由は3つあって、がんの発症や進行に関係してくる酸化ストレスを軽減する抗酸化作用を持っていること、がんのリスクを高める体内の炎症を抑制する抗炎症作用があること、がん細胞を攻撃して破壊する力を持つマクロファージやナチュラルキラー細胞などの免疫細胞の機能を高める働きがあることなどがあります。これらの効果が様々な角度から力を発揮して、がんの予防をしてくれるんですね。世界各国でもフィチン酸とがんについて研究が行われていて、例えば、新潟大学の論文では、フィチン酸の多い食品の摂取によって、脂質が酸化する脂質過酸化などを抑制して、発がんを抑制すると発表しています。また他には、アメリカのメリーランド大学の論文でも、フィチン酸の顕著な抗がん効果が様々な実験で実証されている。フィチン酸は胃腸管から効率的に吸収され、安全であるため、がんの予防と治療戦略において大きな期待が寄せられているとしています。そしてオートミールには、フィチン酸以外にもがんを予防する効果のある食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は腸内環境を良好に保つので、有害物質の排泄や炎症の軽減に役立って、がんの発生リスクを低下させます。また、便秘が長期間続くと腸内で発がん物質の接触時間が長くなって、がんのリスクが上昇しますが、食物繊維を摂ることで、腸内の便の傘が増えて、便秘の予防に役立ちます。イギリスのインペリアルカレッジロンドンの論文でも、食物繊維、特に穀物繊維と全粒穀物の大量摂取は、結腸直腸がんのリスク低下と関連していたとしていますし、他にはアメリカのハーバード大学などの研究者たちの論文でも、全粒穀物の摂取ががん全体のリスクの低下、およびあらゆる原因による死亡率の低下と関連しているとしています。フィチン酸と食物繊維は大豆食品やナッツなどにも含まれていますが、オートミールであれば主食としてフィチン酸を摂ることができ、毎日の生活に無理なく取り入れることができるのでおすすめです。オートミールのメリット2つ目は糖尿病の予防です。糖尿病の大部分は生活習慣病の一種である2型糖尿病で、炭水化物の摂取量を調整することで発症や悪化を防ぐことができます。ただ生きていくためには完全に糖質をカットするというのは難しいですし、減らしすぎも体に良くないです。そこで低糖質で低カロリーのオートミールの出番です。白米やパンなどの主食の食べる量を減らすと物足りなさを感じてしまいますが、今まで食べていた主食を一食オートミールに変えてみるだけなら現実的です。オートミールにすれば食べ応えがありながらも白米に比べて一食分のエネルギーは半分、糖質は3分の1にすることができます。また糖尿病の予防、改善には血糖値の急激な上昇を抑えることが大切ですが、オートミールに含まれる食物繊維は食後血糖値の急上昇を防いでくれる効果もあります。2型糖尿病患者さんを対象としたランダム比較試験においても、食事の順番を食物繊維を含む食品から摂取した人の方が、血糖値の平均値が良好な値という研究結果が発表されています。またオートミールは全粒穀物の一種で不溶性食物繊維を多く含んでいますが、イギリスのコベントリー大学などの研究者たちによると、全粒穀物を多く含む食事が糖尿病のリスクを大幅に減らす可能性があるということを明確に示していることも発表しています。オートミールは腹持ちも良くて、栄養も取れる。しかも糖尿病の予防や悪化を防ぐ効果も期待できるスーパーフードなんです。
オートミールのメリット3つ目は感染症の予防です。時に命を脅かす感染症ですが、オートミールで感染症を予防できる可能性があります。その理由の1つ目は、オートミールが全身の免疫細胞の7割が集まっている腸の環境を整えてくれるからです。オートミールには水に溶けやすい水溶性食物繊維とほとんど溶けない不溶性食物繊維の両方が含まれています。そのうちの水溶性食物繊維は善玉菌の餌になって善玉菌を増やしてくれるので、腸内細菌のバランスが整って免疫機能が正常化します。また善玉菌は腸の粘膜のバリア機能を高める力があるので、病原体の侵入を防いでくれる効果も期待できるんですね。オートミールが感染症の予防に効果がある理由の2つ目は、オートミールに含まれるフチン酸が免疫力に関係するマクロファージとナチュラルキラー細胞を強化してくれるからです。これらの働きを簡単に説明すると、マクロファージは感染症を引き起こす細菌やウイルスなどの病原体を認識して自分の中に飲み込むことができます。そして病原体を飲み込んだ後、分解して無害化してくれるんですね。そしてもう一つのナチュラルキラー細胞は自然免疫と呼ばれていて、体内をパトロールして細菌やウイルスなどの病原菌を発見すると直接攻撃して破壊してくれます。この2つの細胞をフチン酸が強化してくれることで様々な感染症から体を守ってくれるというわけです。オートミールのメリット4つ目はがん病予防改善です。目の病気の発症には血糖値が関わってきます。白米やパンなどの炭水化物を摂取して急激に血糖値が上昇すると目の毛細血管がダメージを受けることがあります。そして高血糖な状態が続くと網膜にある血管が損傷を受けて視力障害や失明の原因になったり、水晶体のタンパク質が変性して白内障のリスクが高まってしまいます。なので目の健康を保つためには血糖値の急上昇を防ぐとともに血糖値が高い状態を防ぐことも重要になってくるんですね。そこでオートミールの出番です。オートミールは血糖値を上昇させる速度を示す GI 値が白米やパンなどより低くて血糖値を急上昇させにくい食品の一つです。血糖値が急上昇しないイコール血管を傷つけにくいということですね。またオートミールは糖質量も少ないので普段の血糖値を低めに保つこともできます。カナダのトロント大学の研究者たちの論文でも、オートミールに含まれるベータグルカンは、美味しさを維持しながら、血糖値の上昇を緩やかにするとしています。パンなど血糖値を急激に上昇させる食べ物の代わりに、オートミールを食べるなど、毎日できる範囲で試していくと、それが積み重なって目の健康を保つことができます。無理のないようにオートミールを取り入れていくといいですね。オートミールのメリット5つ目はダイエット効果です。オートミールの1食あたり 30g のカロリーは白米1食分 150g の2分の1以下。糖質は約3分の1と少ないです。また何といってもオートミールには食物繊維が豊富です。1食 30g あたり白米1膳分の約6倍もの食物繊維が含まれています。オートミールには白米にはほとんど含まれていない水溶性食物繊維もバランスよく含まれていて、水溶性食物繊維は消化管での糖質の吸収を遅らせて血糖値の急激な上昇を抑えてくれる効果があります。血糖値の急上昇を抑えられると余分な糖が脂肪として蓄えられるのを防ぐことができるので肥満予防につながるんです。そしてオートミールの食物繊維は胃に長くとどまるので腹持ちも良くなって食べ過ぎや間食を防ぐことができます。アメリカのベニントン生物医学研究センターの論文でもオートミールは朝食シリアルと比べて4時間にわたって満腹感を増加させて食欲を抑制した。オートミールが水分を吸収して膨らみ粘度が増すことが食欲を抑えるために特に重要であると発表しています。他にはアメリカのニューヨーク栄養肥満研究センターや聖路加病院の研究者たちによる論文でも特に太りすぎの被験者ではオートミールを摂取した後の方がコーンフレークを摂取した後よりも満腹感が大きくてその後の食事の摂取量が減少したと結論を出しています。オートミールをうまく生活に取り入れると脂肪蓄積や食べ過ぎを防いでダイエット効果が期待できますね。このようにオートミールには様々なメリットがあるので毎日の食事に取り入れることでそのメリットも高くなります。でも食べ過ぎには注意が必要です。そんなオートミールを食べ過ぎた場合のデメリットは消化不良です。
オートミールに豊富に含まれる食物繊維はほとんど消化されない栄養素で、消化されるまでに時間がかかります。時間がかかるということは消化器官に負担が大きいということです。なのでオートミールを大量に食べ過ぎると消化不良を起こしてしまうことがあります。特にお腹の調子が悪くなりやすい人や過敏性腸症候群などの消化器疾患を抱えている人は便秘や下痢、腹痛を起こしやすいので注意が必要です。私もオートミールで胃がもたれてしまうことがあります。お粥のようにして食べたので噛む回数が少なかったからかもと思っています。よく噛んで少しでも消化しやすい形にしていくといいですね。それではオートミールの適正量はどのくらいなのか。オートミールの適正摂取量は特に決められていませんが、一般的には1食 30g が目安と言われています。30g って少ないって感じますよね。でもオートミールはそのまま食べるのではなく、水分でふやかして食べるので、30g で茶碗1杯分程度に膨らんでちょうど良くなります。また食物繊維の面からも考えてみると、厚生労働省の食物繊維の1日あたりの目標量は18歳から64歳で男性 21g 以上、女性 18g 以上となっています。オートミール1食 30g あたり食物繊維が 2.8g 程度なので 200g ほど食べると1日の摂取目標に達してしまう計算になります。なので1日 200g 食べるとちょっと多すぎですね。お腹の調子や体調を見ながら自分に合った量に調節していくといいです。次にオートミールの選び方をご説明します。一口にオートミールといっても様々な種類があって、ここでは大きく3つの種類を簡単に説明していきますね。1つ目のロールドオーツはよくスーパーなんかでも見かけます。オーツ麦のもみ殻を取り除き、蒸して押しつぶし乾燥させたものです。プチプチとしたしっかりめの食感が特徴です。米化しやすい種類と言えます。2つ目のクイックオーツは、1つ目のロールドオーツをさらに薄く伸ばし細かくしたものです。水分が浸透しやすいのでより短時間で調理できるようになっています。お粥っぽくなるので他の食材と合わせやすいメリットがあります。3つ目のインスタントオーツはロールドオーツを調理して乾燥させたものを指します。塩や砂糖が加えられているものもあってそのまま食べることもできるのでより手軽に利用できるメリットがあります。このようにオートミールには様々な種類があるので調理法によって使い分けたり、好みの食感のものを選んでいくといいですね。そしてオートミールは朝食に食べる？それとも昼食？夜に食べてもいいのかな？迷うところですよね。私のおすすめは朝食べるです。オートミールはお米やパンほどではないものの、糖質を含んでいるので、朝食べることで糖質をエネルギーとして消費することができるんですね。また朝に食物繊維を摂ることで、お昼ご飯の血糖値の急上昇を防いでくれる効果も期待できますし、オートミールは腹持ちもいいので間食を防いでくれます。反対にオートミールをおすすめしないタイミングは夜寝る前です。オートミールを夜寝る前に食べてしまうと消化に時間がかかって胃もたれなどの症状を引き起こす可能性があります。また寝る直前など夜遅くに食べると寝てる時にも胃腸の消化活動が休まらないということになります。そうなると睡眠の質が低下してしまうことにもなります。遅くても寝る2、3時間前までには食べるようにしておくといいですね。次にオートミールと相性のいい食材をお話しします。オートミールはそのままだとほとんど味がないので、何の食材にも合わせやすいメリットがありますよね。ここではオートミールと合わせることで、より効果を期待できる食材を紹介します。オートミールと相性の良い食材1つ目は鮭です。オートミールは栄養素が豊富な食材ですが、タンパク質は少なめです。なので、オートミールだけ食べているとタンパク質が不足してしまいます。バランスの良い食事にするためにも、鮭などのタンパク源を合わせるのがおすすめです。オートミールと相性のいい食材2つ目はヨーグルトです。欧米では昔からミルク粥として、または牛乳やヨーグルトをかけたシリアルとして食べられてきました。ヨーグルトには乳酸菌やビフィズス菌が豊富に含まれていて、免疫力アップや腸内環境を整える効果があります。それをオートミールと一緒に食べることで、より強い健康効果を得ることができるんです。ヨーグルトには様々な種類があるので、ヨーグルトを変えることで味を変え、飽きずに食べ続けられるのも嬉しいポイントです。ただ混ぜ合わせてすぐに食べるとオートミールが硬いままになってしまうので、少し時間を置く必要があります。朝食にパッと食べたいという場合は、
前日の夜にオートミールとヨーグルトを混ぜて冷蔵庫で一晩置いておくと、オートミールが柔らかくなり食べやすくなります。冷蔵庫から出してすぐに食べられるので、忙しい朝にぴったりですね。今回はオートミールのメリットなど、体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいオートミールを適切な量を食べて、健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。ご視聴ありがとうございました。